よパくんです。韓国人と恋愛したら連絡は毎日20回ぐらいするの？誕生日は高級ホテルで5万円するサプライズされたの？そんな風に思ったことありませんか？でも僕たち日韓カップルの1年目はちょっと違いました。連絡は1日でたった1通から2通ほど。誕生日もさらっと手紙ぐらいだったんですよ。それでうまくいってんの？って思いますよね。でも意外とうまくいってる理由があるんですよ。この動画では LINE の頻度から誕生日に渡したパジャマの話、韓国のデート話まで7つのリアルな Q&A をお届けします。それでは行きましょう。まず1つ目の質問。1日の連絡頻度はどれぐらいですかって言われました。これどうですか、マッキーさん。全然連絡は取っていません。どういう連絡取ってるんですか？今日ご飯食べるとかそのぐらいですかね。頻度で言うと1日何回とか。1日1回2回だし、しない日もあるよね。ありますね。これカンドラとか見ると、韓国人もカカオトーク、5分単位でやってて、5分でカカオトーク返ってこなかったら、今何してんの？浮気してんの？みたいなことよくありますよね。でもこれは傾向的な話として実際にあるような話でして、カップルで付き合って連絡頻度で戦う人、喧嘩する人多いですし、カカオトークもう1時間でも70件やったりとか電話する人とかも多いんですよね。でもこれよく出る話なんだけど、日本の方々って傾向的にはあんまり連絡取り合わないっていうのはあるよね。あると思います。それはなんでだと思う？する理由がないからみたいな。用事がないから。逆にパク君がそういう連絡大好きな人間で、もう1時間に1通ぐらい連絡取り合おうってなったらどんな感じだったと思う？嫌ではないけど、こっちも仕事してるし、そちらも研究してますので、なんか集中してって思う。そうなんだ。でも付き合いたての頃は結構してた気もしますが、なんでそんなに連絡してたんですか？次の話に行きましょう。はい。2つ目、韓国人は親と毎日連絡するのって話でした。これは隣で見ててどうだった？してる印象、毎日じゃないけど結構頻繁に連絡してる気がする。そうなの？僕は月に1回とか2回ぐらいのイメージなんですけどね。でもあちら様は気にはしてくれてる感じがする。なんか連絡がないからといって別にパク君を放置してるっていうのではなくて、たまに。そうだね。これは留学初日から今までですが、勝手に頑張ってねみたいな感じです。もうなんか自分でうまいことやってるでしょみたいな感じですね。実際僕はそうしてきたというふうに、自分では信じています。周りの留学生たちは本当に人によってて、いっぱいやってる、毎日やってる人もいれば、僕みたいに月1回2回やってる人も多かったですね。ちなみにマッキーも高校時代、アメリカでちょっと留学してたね。その時はどんな感じだった？毎日してたの？どうしたの？ホームシックだったから毎日してた。ホームシックだったのね。何があったんだ？友達ができなかった。でもパク君は友達がいっぱいいるから寂しくはなさそう。数は僕は少ないですが、小さい枠の中で仲良しの人がいるイメージですね。だから充実してるってことだね。フォローありがとうございます。はい。で、3番目の質問。お互いの誕生日どうやったという質問でした。マキさんどうでした？私はなんか友達の中には彼氏の誕生日に10万ぐらい使う人とかいて、なんか別にお金を使いたいわけじゃないけど、記念になるものとかあげたり、いいとこ行ったりしてあげたいなって思ってたけど、パク君の方からなんか、いやそういうことしないでとは、なんか禁止の意味じゃないけど、いいって言われたから困った。困ったのね。で、何ならいいのって聞いて、お手紙とアルバムと料理をリクエストされたから、おうち居酒屋とかそういうすごい料理とかじゃなくて、普段の料理作ってお手紙と自作のアルバムをあげただけです。でも僕感動したことがあって、手紙って普通なんか1枚とか書くじゃないですか。1枚盛りたくさん。で、3枚も書いてくれてて、中身全部韓国語で書いてくれたんですよ。いや、3枚書いてくれる人は初めてっていうか、珍しいですよね、この世の中。嬉しかった覚えがあります。で、僕も似たような感じかな。別になんか高級ホテル行ってみたいな雰囲気ではなかったから、手紙とか、お花とか、パジャマ
ちょうど美味しかったので、プレゼントしたりとかうんしたイメージですね。うん、だから2人ともお金は全然使ってない。僕は結構自分が特殊な人間だと認識してるんですが、あまり誕生日に意味を置かないタイプでして、365日の中の1日みたいな感覚です。でこれマッキーはどうだっけ？私はもうちょっと意味合いがあるけど、それ普通だよね。うん派手に祝われたくてもなくてもいいかなってだから感じ。別にパク君からのお手紙とパジャマで寂しいなとか全く思わないし嬉しいと思う。そうですね、皆さん結局2人でどうありたいかっていうのが大事かなというふうに思っていて、仮に末期から僕に10万円の財布渡されてももちろん嬉しいですが、おおって逆にドン引きする可能性もありますね。なんかインスタとか TikTok 見てるとさ、日韓カップルに限らないけど恋人の誕生日を素敵なケーキで祝ったりとかすごいバラをいっぱい渡したりとかしてるからそういうイメージ持たれるかもしれないけど、ケースバイケースということです。いや、そうですね。毎回こんな話してますが、日韓カップル云々とか日本人韓国人云々言ってますが、それは傾向的なものであり、結局個人がどうであるかはまた別の話ですよね。っていう話、今回も言っときます。次の質問はですね、一番思い出に残っている場所はどこですか？はい、マッキーさん。韓国ソウルに一緒に行った時のことかな。なんかソウルに行ったことあったけどその時と全然違くて、友達とさソウルに旅行したらさコンビニのラーメンとか食べないじゃん。食べないね。よっぽど通な人じゃないと行かない場所とか行ったりできて、なんか現地の彼女になった気分だった。それ嬉しかったな。日本はコンビニイートインって少ないじゃないですか。だからコンビニの中で何かを食べる印象少ないですよね。韓国はイートイン結構多くて、その中でラーメン買ってそのままラーメン作って、食べたりキンパと一緒に食べたりするんですね。でそれを今回ソウル行った時に一緒にやりました。確かに韓国人はめっちゃ普通の行動なんだけど、日本の方々はやってることは少ないよね。僕の場合は初めて出会った場所ですよね。ちょっとまたのろけちゃいそうで適当に話して終わりにしたいんですが、初めて会った場所は北千住の西口広場でした。雨が降ってた日なんですが、夜だったのでもう暗いわけなんです。でそこでマッキーさんが白いワンピースでしたよね、立ってたので眩しくて目が開けられなかったかもしれないですね。いつもそういうこと言ってる。はい、以上です。で次の質問、なぜ韓国語を勉強してるんですかって質問でして、背景としては最近韓国語を勉強し始めましたみたいな話したんだけど、その辺の話だかな。昔自動車教習で合宿免許を取りに行った時に暇な時間が多いからついでに勉強しようと思って韓国語の方を持ってったの。いや、そうなんだ、そこまで歴史が遡るんだ、でそこで文字は覚えたんだけど、その後あんまり別に韓国人の友達とかもいないから続かなくてほっといたの、でも文字は覚えてるみたいな感じ、でパク君と出会って、別にパク君と韓国語喋る必要もないし、パク君のご家族と絶対韓国語話さないとやばいっていう感じではないんだけど、そうでも喋れた方が何かといいじゃないですか。喋れるに越したことはないから久しぶりにやってみるかと思って、で新年になって今年も成し遂げることがあったらいいなと思ったからデュオリンゴの年間コースに課金して、そこから毎日続けるようになりました。デュオリンゴっていうのは言語アプリでして、1日に1回やるようなものですけども、今は確か200ぐらい。そう、今日で200日だった。うわ、すごいです。私最近は座学も毎日1時間ぐらいはしています。これ社会人になってから言語学ぶのってなかなかハードルあるじゃないですか。なのに毎日コツコツやってて素晴らしいです。ですがマッキーさんは結構飽きやすい性格なので、今回どれぐらい続くかっていうのは、見どころですね。でも1ヶ月ぐらいはもう続けてるよね、ザワ君も。皆さんコメント欄で応援してください。もしくは言語学習のコツとかあったら教えてください。欲しい。次が6番目の質問。2人での韓国旅行でどこに行きましたか？観光で言うと、キョンボックンとか、ロッテワールドも入るのかな、あとハンガンっていう大きい川のほとりでラーメン食べたりとかしました。あとはなんか細かいところで言うと、さっき言ったコンビニとかプリクラ撮ったりとか、皮膚科でなんか韓国のいい肌治療を受けたりとかしたのも楽しかった。定番のキョンボックンとかハンガンとかはちょっと覗いて、ロッテワールドよかったね。
プチディズニーランド的な感じだったよね、うんうんうん韓国ローカルの。うんこれソウルでアクセスもかなりいいので、皆さん機会あったらぜひ行ってみてください、うんちょっと若者系のテーマパークではあります、ディズニーと違うので驚いたことが2つあって1個は日本人だとディズニーでポップコーン食べるけど韓国で焼きとうもろこし食べてた。串に刺さったやつ。あとは2つ目はなんか日本人って普通に立って待つじゃないですか、はい、でも韓国人は折りたたみ式の椅子おーを結構使ってたよね。4割ぐらいの人は。おー、そうだっけ、あれ画期的だった、日本にもあんのかあ、確かにな。うん韓国の人って、うんまあ傾向的なし、そういうの考え方は柔軟だよね、うんうん。抜け道を、そうそうそう。楽な道を探す楽な道。そう。ディズニーでも売ったら絶対売れると思う。もう確かにテーマパークで売ってもいいよ。うん。他で言うと、ヒューカー行きました。うんこれ珍しいですよね。僕、年に2回ぐらい帰っていて、行くたびに皮膚科寄っています。で、レーザー打ったりとかしています。これ日本で打つと3万ぐらいするんですけども、韓国で行くとうん1万ぐらいしかしないから、うん航空券のチケット代かなっていうイメージで僕いつも通っていて、マッキーもちょうどやりたいっていうとこそうろで。やってみたかったから。何やったっけボトックス、おでことエラうんとピコシワ、肌の赤みを消すやつやってすごい良かったからまたやりたい。またやりたい。特にボトックス僕違和感あって最初なんでそこまでやんのって思ったんですけども、うんこれはシワの予防的にも結構いいらしくて、うん個人的には満足しています、うん皆さんにお勧めしてるわけではないんですけど、個人的には満足しています、うん最後7個目、自分の国流にしたいもの、しているものだから家で住んでいてこれは韓国スタイルでやりたいとか日本のスタイルでやりたいみたいなものあったか。これ僕の方から言いますと、悩みの共有の仕方みたいな気持ちを我慢しないでストレートに言ってほしいなというふうには思います。うん例えばうん家事とかしていて、いつも洗濯私がしてるんだよねとか、部屋のあそこ汚いけどちょっと言うの我慢しようかなみたいな、そういうのがあったら言ってほしくて、溜まって最後でもういろんなその悩み事をつけてドーンっていうのが僕個人的に苦手なので、それをストレートに言ってほしいなというふうに思っています。もちろんそれも自分だけじゃマッキーもそうしてくれる、うん OK だったらあれだけど、でも言えてるよ。言えてるよね。この間も、なんかパク君は飲み残しのジュースとか水はなんか至る所にあって飲みかけもあるし飲み終わったペットボトルもいろんなとこに展示会みたいな感じで置いてあってそれ捨てていいのかどうかもわかんないからどう言おうかなって思って質問があるんだけどって言ってなんで展示してんのそうそうそう僕は野球してるからそういったペットボトル溜まりやすいんですよね、でも別に今やってくれてないってわけではなくて、やってくれてます。ありがたいです。で、私もパク君にそうやって要求するだけじゃなくて私にも言いたいことはありますかって言ってる。素晴らしい思いやりができますね。はい。マッキーさんどうですか？国流ってそもそも日本ってなんだのって感じなんですけど、むしろ日本の国、私は普通に自分の文化で生きちゃってるからもし日本の文化に違和感があったら別に無理に日本流にしなくていいからねって思ってる例えば納豆とかちょっと僕食べれないのでNG にさせていただいておりますね。うんそれはもう無理強いしないし普通に食べてます。僕は食べれないだけ。最後にちょっと伝えたいことがあるんですが、他が違えばすれ違う瞬間もあるじゃないですか。LINE の頻度とか誕生日の言い合い方とか、親との距離感とか、これ傾向的に見れば韓国と日本って違うはずだと僕は思ってるんですよ。で、迷うこととか比べたくなることってあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。でもロッテワールドで見上げた空も北千住で駅前で感じた風も半岸の川辺で語った雑談も韓国人か日本人かなんてまるで関係なかった。ポエマちょっと台本があるので読ませていただきますね。大切なのは国籍じゃなくてですね、この2人でどんな未来を描きたいか、皆さんがどんな未来を描きたいか、それに尽きると思うんですよね。なんか韓国人だからどうこうとか、日本人だからどうこうとか、そんなのは参考資料に過ぎないかなと思っています。で、人それぞれの地図の目的地の中で見つけていくために、その参考資料を使っているものだと僕は思っています。だからこうやって韓国人って傾向的にこうですよねってところで参考資料を皆さんにお届けしております。で、このチャンネルではそんな韓国
国の日本の地図の描き方を僕が知っている違うよ。韓国とか日本の地図の描き方じゃなくて、人生という地図の描き方を一緒に探しましょうねって言いたいんでしょ。の僕が知ってる韓国の参考資料を紹介しながらマッキーが言ってくれたものを一緒に探していけたらというふうに思っています。2巻を超えてあなたの隣にある小さな参考資料、もっと自由にもっと居心地よく地図に落とせるように、よければチャンネル登録してまた風に吹かれに来てくださいという台本をちょっと書いていたので、それを読ませていただきました。はい、以上です。アンニョン、パックンでした。